皆さんこんにちは。今日のテーマは侍と武士道です。日本の歴史や文化を語るとき、侍は欠かせない存在です。昔の武士たちは、ただ戦うだけでなく、礼儀や誠実さを大切にしていました。今日はその精神について、ゆっくりお話しします。侍とは、中世から江戸時代まで日本にいた武士のことを指します。彼らは剣を持ち、主君に仕え、国や人々を守る役目を担っていました。常に名誉を重んじ、自分の行動に誇りを持つ人たちでした。武士の始まりは平安時代の後期だと言われています。当時、貴族たちを守るために武装した家臣が生まれ、それがやがて武士階級となりました。彼らは剣術や武術を学び、武力で国を支えたのです。侍にとって主君への忠誠は何よりも大切でした。命を懸けて主君を守り、命令に従うことが名誉でした。この忠義の精神が武士道の基礎になったのです。武士道とは武士が守るべき生き方の道です。仁、義、礼、智、信、忠、勇などの価値を大切にし、心と行動を正しく持つことを意味します。仁とは他人への思いやりや優しさを示す心です。武士は力を持つ者として弱い人を助けることが大切だと考えていました。ただ強いだけでは真の武士とは言えません。義とは正しいことを貫く心です。たとえ不利な状況でも嘘をつかず正しい道を選ぶことが武士道の基本でした。自分に正直であることが真の義です。礼は人に対して敬意を持って接することです。武士は相手を侮辱せず、常に礼儀正しく行動しました。敵であっても敬意を忘れないのが武士の誇りでした。勇とは恐れずに行動する勇気のことです。戦いの場だけでなく、守るべき者のために立ち上がる、その心を持つことが武士にとって大切でした。誠と信は約束を守り、正直であることです。武士は一度言葉を発したら、必ず実行しなければならないと考えました。嘘や裏切りは名誉を失うことと同じでした。侍にとって名誉は命よりも重いものでした。不名誉な行為をした者は恥を感じ、時には切腹という形で責任を取ることもありました。それほどまでに武士は自分の誇りを守ったのです。切腹はただの死ではありません。自分の誠を示し、名誉を取り戻すための儀式でした。苦しくても逃げず、責任を全うする姿勢に武士の強さがありました。侍は子供の頃から教育を受けました。文も武も学び、精神と知識の両方を鍛えました。書道や詩も習い、礼儀作法を学んだのです。心と技を調和させることが目標でした。侍の生活は厳しく規律的でした。朝は早く起き、稽古をし、家族や主君に仕えました。無駄のない生活を送り、常に心を整えていました。侍は家族を守ることも使命の一つでした。子供には礼儀と勇気を教え、妻には誠実に接しました。家族もまた武士としての心を理解していました。江戸時代になると戦は少なくなり、侍の役目は大きく変わりました。
彼らは政治や学問にも携わり、平和の中で精神を磨いていきました。それでも武士道の心は生き続けたのです。侍の精神は今でも日本人の考え方に影響を与えています。誠実さ、礼儀、忍耐、こうした価値観は現代にも受け継がれています。武士道の考え方は海外にも広がっています。外国の学者や作家も武士の生き方に感動しました。武士道という言葉は世界でも知られるようになりました。現代では戦うための剣はなくても武士道の心は生きています。誠実に働き、人を助け、約束を守る、そうした生き方が現代の武士道と言えるでしょう。今日は侍と武士道について学びました。名誉と礼儀を大切にする心、それは今の時代にも通じる価値です。皆さんは武士道のどんな部分に共感しましたか？コメントで教えてくださいね。じゃあ、またね。